親指、人差し指。まあだいたいね1と3を合わせて、作業のしやすさを考えるとこうした方が見やすいかな。よろしくお願いします。毎度です。今回アニメーションを最近 iPad で初めてのアニメーション動画を作ってるんですけど、今回はこういう穴開いているアナログアニメーション基本のスキル動画作りたいと思っています。最初はよくひろえさんが動画の中でこういうアニメーション用の紙をタップに挿してこういう特別なめくり方をやってるんですけど、それが何のためですか？それは動いて見れるようにするためですね。よく海外の動画を見るとなんかタップを下に置いてありますよね。そうですね。これなんか海外のスタイルと日本のスタイルの違いですか？実際海外のね仕事やったことないから全然わかんないけど、下タップは自分は本当にやりにくいと思いますね。そうね。でもなんとなくいろんなアニメーターがなんかなんか頭この辺で似てるのかな、日本はほとんど上ですよね。ディズニーのなんか見ると紙ももっと大きいですしね。これは A4 サイズですけど、ディズニーだったら B4 ぐらい使ってた。本当ですか？一回そのめくり方見せてもらえますか？ナンバーを振ると分かりやすいと思うんですけど、最初1番目の絵があって3番目まで動かしたいときに1、2、3でこうすると目の残像効果でアニメーションというのは見えるから。なるほど。なんで1、2、3にしないんですか？そうすると一番上に紙があった方が書きやすいから。そうなんだ。あるし。確かじゃあ2を中割り書いているからそれはもう上に載ってるわけですからね。そうですね。なるほど。作業のしやすさを考えるとこうした方が見やすいかな。じゃあ簡単にボールなんかここからここに動くように書いてもらえますか？ボールが壊れますよね。でアウト気味にここまで下に1と3重なってます。この真ん中を中割りしたいときにこう見ながらここら辺かなっていうことで。なるほど。じゃあたまにライトつけないで書いてるんですね。必ずライトが必要わけはない。ライトが必ずしも必要というわけではないんですけど。今のめくり方早くやると123212321となってますね。ピンポンのように。実際意識してみるのは123ここまでなんで。いつも動画の中でめくりをするときに123の順番でやってますか？それとも123212321。1と3の位置を確認しながら2はここら辺だなってやってるんですけど、だいたいね1と3を合わせてでタップの穴を真ん中に持ってくると、これは伝説のタップ割りですね。そうすると位置を近づけることによって大きさが揃えやすいんで、こうすれば綺麗に真ん中が割れるということです。なるほど。じゃあこれの方が大きさが変わらず動きますね。そうですね。こんな感じなんですけど。じゃあ私一回やってみてもいいですか？何回も動画の中でやろうと思ってたんですけど、今回はちゃんと勉強になるように1、2、3親指、人差し指、1、2、3、1、2、3。じゃあこれは何回も繰り返して要は送って見れるようにめくれれば、これがちゃんと動いているように見えたらできるようになった、確認の作業ですからね、これは。今は3枚でアニメーションやってるんですけど、5枚になるとかそれでもめくりできるんですか？そうですね。枚数が多いときはペラペラーっとめくっちゃいます。なるほど。
5枚とか増やしたら普通にこうやってやりますか？それだとタップにはまってるとめくりにくいんで、タップを外して、まあ普段枚数が多い時の確認作業としてタップからちょっとお札を数える時のようにずらして、それでまあペラペラペラっとそういう風にして確認してるんですけどね、いつも動きを。じゃあその大事なところが一回揃ってこうやって少しフリップしやすくなるように少しずらす。でこれができるようになったらもうみんなアニメーターになりますか？それだけでまずはそうですね仕事を覚えるために動画から始めるんですけど、中割り。そうですね、その前に基本のこととして線を引けるようにならなければならないと原画をきれいにトレースする。そうね、昔そういう動画も作りましたね。トレースは思ったより難しかった。トレースきれいにできるようになったら、その後は中割り。まあそうですね。次回線の引き方かな。そうですね。直線何か素材を用意してみますわ。じゃあお願いします。はい。直線書けるようになる動画作りました。直線だったら定規を使えばいいんですよ。定規？カーブの線をね長く引くのが難しいから。おー、なるほど。じゃあぜひそういうのを用意してもらって動画作りましょう。はい。じゃあこういうシリーズもっと動画作る予定なのでぜひ登録お願いします。他の動画もいっぱいある。見てください。今までの中割りの参考もいろいろありますからね。ありがとう。バイバイ。どうも。